はい、皆様本日はですね、こちら豚こまともやしを使って簡単なおかず、おつまみにもされていきかな。OK です。はい、ということで作っていきたいと思います。今回しかもコスパも良くて低糖質ですね。これが言いたかっただけです。はい、じゃあまず豚こまなんですけれども、まずちょっと軽く下処理。なんか1個だけだと少ないかなと思って気持ち少量買ってきました。ただグラム数的にはこれで400ぐらいかな、全部で。そこは量はないです。はい、豚こま入れたらここにお酒を少々。お弁当にもいいよね。いいだろうね。お弁当を使う場合はこのもやしなしで豚肉だけでもいいかもしれない。今回はね、下にもやしはただ普通に下茹でしたのの上にもこれをバッてモリモリしようと思ってるだけなので、豚肉はちょっとお酒につけて軽く揉み込んでおきます。で豚肉はちょっとだけ漬け込んでおこうと思って、その間にタレ作り先にしときます。まずはお醤油を大さじ1、大さじ3杯にみりん大さじ1杯、お砂糖大さじ2杯。これは小さじなのでいつも通り大さじ2杯分これで入れます。お砂糖大さじ2杯で、ここにお味噌を大さじ1杯、にんにくと生姜、今回チューブにしてますね。にんにくと生姜を少々。はい、でここに豆板醤、隠し味程度でいいんで小さじ1杯、ごめん、小さじ2分の1杯だなこれ。はい、最後ここにすりごまをたっぷりめに、約大さじ1杯ぐらいにしとこうかな。味の素を少々入れたらよく溶いときます。今回もやしと合わせようと思っているのでちょっと濃いめな味付けにして、もやしから水分が出るのっていうのと、そのお弁当とかに入れた際にもね、濃いめな味付けの方がいいと思うので、こちらでタレの部分完成。よし、ではこちらの先ほどのお肉ですね、こちらにちょっと片栗粉をもみ込んでおきます。適量でいいんですけど、ちょい馴染むぐらい軽くね衣を作ってあげてタレが絡みやすいようにしておきます。はい、こんな感じで。では火にかけていきたいと思います。で今こういう調理を取り掛かってる間にもやしを茹でる分のねお湯は作ってあげといてください。もやしはもう最後シャキッとさせたいんで、そんなに長い間は茹でないので。で熱したフライパンに少々油入れて、ちょっと最初まずこちらのね豚肉を揚げ焼きっぽくしていきたいと思います。こちらちょっと豚肉投入していきます。気持ちちょっと広げようかなって感じです。はい、で気持ち軽くね揚げ焼きにしていく感じでやっていきます。豚肉からもね油が出てくると思うんで、ちょい多めぐらいの量で大丈夫です。油の量は豚肉にねきちんと両面しっかり火を通してカリカリに、できる限りカリッと仕上げてあげてください。で豚こまをね結構こう揉み込んでるんで、その広がりきってないやつらもいると思うんで、じゃあねちゃんと中まで火が通るようにしっかりと焦げ目さえついちゃえば、あとはもうちょっと弱火とかでもいいのでしっかり中まで火を通してあげてください。で焦げ目もついていい感じに火が通ったらこちら一旦取り出しておきます。で豚肉一旦取り出して、
タレをちょっと煮詰めようと思うんですけども、そしたらそのタイミングでもやし入れちゃってください。もやし入れたら先ほどのタレ軽く煮詰めます。まだね、みりんも入ってるんでね、軽くアルコールを飛ばしてあげる感覚で。でもやしはもう本当に20秒とか30秒ぐらいでいいので、そしたらお湯切ってあげます。だから今回熱々で食べたいので水にさらしてとかはしなくて大丈夫です。普通にお湯を切ってあげるだけです。ではタレですね、弱火でやってたらと、ここら辺でねだいぶもうとろみもついてきたあたりでお肉投入。はい、でよくかき混ぜてお肉に絡ませてあげてください、タレを。こんな感じ。そしたらもうこれを先ほどのもやしの上にぶっかけて、最後黒胡椒とかネギをちょっと振ってあげたら完成なので、じゃあ実際食べていきたいと思います。ということで早速実食していきたいと思います。いただきます。いただきます。もう絶対うまいよね。先にお食べください。いただきます。うまかった。なんかすごいもう今感想言った。うまかったね。もううまかったんですか。うまかったねこれ。つまみ食いしてますね。じゃあちょっといただきます。うまかったっしょ。うまかった。うまいっしょ。ちょっと私もあとね、ほんとね、もやしとかと一緒に食べて。うわ、これご飯が鬼のように進む。もやしがなくてもさ、ここ本当にこのお肉の部分だけでおかずになるよね。うん、結構濃いめの味付けにしてるから進むね。てかこれ丼でも最高だね。いただきます。黒胡椒効いてるわ。あとなんか少しピリッとする豆板醤だね。このうま辛。これはうまい。もやしと食って。もやしと食って。だから本当にご飯食べなければ、ダイエット料理、糖質制限してる人にとっても結構いいね。これかさ増しになってね。うわ、やば、これもやし最高だね。ちょうど濃い味付けしてるから、もやしのこの水分とかと相まってちょうどいいぐらいになって最強だわ。あとこのシャキシャキ感ね。うわ、うまっ。うまい。こうちゃんこれやばいわ。うまいわ。家計にも優しいしね、これだったらね。これはやばい。こうちゃん最近でも俺なんか基本なんか味噌をさ使う料理が多いんだけどさ、日本人でよかったなって思う。味噌ってうまいなって。この味付けはほんと真似してほしい。めっちゃうまい。さすがだね。うまーい。でもこれほんとバクバクいける。上に何かけても美味しいと思う。そういう七味とか一味とかをかけてちょっとピリッとさせても美味しいだろうし、ちょっと山椒とかかけても美味しいと思うし、今言いたかった。こうちゃんの好きなね、ホワジャオとかかけても美味しいだろうし、結構何でも合うと思う。そういうスパイス系は何かけても絶対合うだろうね。だってマヨネーズも合うと思う。うわ、マジでうまい。これでもこれさ、こういう感じだったら冷めても絶対美味しいじゃん。コンビニのお弁当でも絶対ね、いいだろうね。ご飯とうまいけど、ダイエットしてたらマジで本当もやしと最強だわ。でもこうちゃんがもうマジで鬼のようにもやしやってくれてるから、これがやばい。うまいね。このマヨネーズ合わせたら、イメージ生姜焼きのマヨネーズつけたのに似てる。だろうね。それはだいぶ想像つくけどね。これさ、下もやしじゃん。キャベツでもうまいだろうね。何でもうまいと思う。すごいうまいわ。高いさ食べ物とかもちろん美味しいんだけどさ、落ち着くとこはここだよね。最強だね。なんだろう、高くて美味しいものってさ、美味しいんだけど本当たまにでいいしさ、なんて言うんだろう、もったいないっていう感覚がさ多少は出てくるよね。こんな無限に食っていいと思う。やっぱ安くて美味しいものが一番よ。すごいタレが絡んでるわ。まぶしてるからね。片栗粉ですか、まさか。さすがです。抜け目がないです。うまっ。なんか
めちゃくちゃ幸せな食事なんだけど、ね、結局こういうご飯が一番いいよ。そうもう何も気にせずもうバクバク食べれて美味しくて、結構ねもやしから水分出るから、盛り付ける寸前とかに入れた方がいいかもしれない。なるほどね。あ、そっか、だからお弁当にはちょっとこっと向いてないのか。そう水がねもやしの部分はね、確かに。ちょっと食べちゃっていいよ、こうちゃん、これ。いや、最後ちょっと俺またちょっと最後おかわりして食べるから。あ、なるほどね、了解了解。なんか米と食べたい。すごいいい提案だと思います。じゃあ締めるね。もやしごちでということでですね、本日は本当に簡単にできるね、豚の細切れともやしの何炒めっつうのこれ。何炒めにしようかな。でも味噌なんだけど、味噌炒め。まあそこら辺はちょっとタイトルは僕が考えます。じゃあはいっていう感じのやつをねこうちゃんに作っていただいたんですけど、やっぱりこうちゃんの料理に共通するのは本当味付けですね。味付けが本当にご飯が進む感じ、豆板醤のちょっとピリッとしてる感じもそうなんだけど、上にかけてる胡椒とかね、そういうのも相まってすごいご飯が進むし、やっぱねタレが絡みやすいように片栗粉をねこうちゃんがまぶしてくれてるんで、本当に美味しいです。であともやしと一緒に食べた時はもう本当になんだっけ、お酒のおつまみとしてめちゃくちゃ合うと思うんで、お酒飲みの方にもおすすめしたいなっていう感じはしましたね。お肉だけだとお弁当のおかずにもいいと思うんで、そうだね、ぜひぜひ。あと丼にしても絶対美味しいと思う。で丼にしてこうちゃんがさっき言ったようにマヨネーズかけたら、もうそれだけでもう本当に最高のねご飯になると思うんで、ぜひぜひ作ってみてください。はい、ということで本日は以上になります。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。またね。バイバイ。バイバイ。